はい、こんにちは、マスマックスです。今回こいつ今までやってきました実銃画像に似せて、実銃のインターネット上にある画像にそっくりに似せて塗装してみるっていう企画なんですけど、こいつをやっと塗装する回になりました。はい。製品はこんな感じです。はい。ごちゃごちゃ言うのはやめて、早速塗装していきます。それでは塗装開始。はい。こっちが塗装したやつで、こっちが塗装してないやつで、プラスチック感ある感じ。この辺を見ると、比べると微々たる差なんですけど、いきなり完成です。じゃーんってほどでもないんですけど、かっこいいです。自分で言うのもなんですけど、自己満足なんですけど、超かっこいいです。こいつにはちょっと苦労させられました。分解している途中でグリップ外す時点でなかなか外れなくて、グリップなんとか外したんですけど、右側のグリップの、この辺にちっちゃい細いバネがありまして、そいつが
ピョーンと飛んで行方不明になっちゃいました。このスプリングですね、トリガーバースプリング、まあよくわからないんですけど、とにかくそいつすごく細いバネで、まあそいつを見つけるに2時間苦労しまして、まあそれでもうテンションが下がってしまいまして、撮影するのも忘れてっていうか、もうめんどくさくなっちゃって、まあそんでいつものごとくいきなりもう完成です。まあ分解する時もそうなんですけど、組み立てる時もレバーのスプリングもテンションかけてはめるんですけど、手が滑ってそのバネも飛んでしまいました。デコッキングスプリング、もうその時は慌てないで、まず落ち着けと思ってタバコに指をつけて、ゆっくり一服し終わってからゆっくり立って、足元っていうか下を手触りで、手探りで触ったらすぐあったんで安心しました。はい。まあそんなことはどうでもいいんですけど、どうでしょうか。僕的には最高の出来です。かっちょええです。今日ガス切らしてたんで、ガスがないと作動とかどうなのかわからないんで、まあガス買いに行ってきて、よくジャンク品とか半端な部品とか売ってあるんですけど、まあたまたまウェポンライトでもないかなと思って探してたら、こいつ1個、たまたまこいつだけ E2 か E2 のステンレスモデルのマガジンだと思うんですけど、ガス漏れなしと書いてあって1000円でした。まあなんでこいつを買おうと思ったかっていうと、たまたまこの P226 レイルの欠点というか、いいトイガンなんですけど、欠点としてここが分割になってて、よくこっからガスが漏れるっていう話だったんで、まあこれは偶然の一致か、たまたまタイミングが良かったのか、なぜかこいつが売ってあって、こいつにも合うっていうのが分かったんで買ってきました。この間もうなんていうか、ただの
炭みたいな艶消しブラックで全部このネジ類とかダミーなんですけど、六角ネジか、こいつダミーなんですけど、ただ単にもう炭の塊みたいな色で、なんかちょっといまいち違うんじゃないかなと思いまして、セミグロスブラックでちょっと半ツヤ的なツヤを出しました。で、今まで艶消しだった時に気がつかなかった引けですね。ここポッチがついてるんですけど、ここ後付けで、最初引けがひどかったんで、引けを直そうと思ってヤスリがけしてたんですけど、いくら削っても引けが深くて、最初パテで埋めようと思いましたけど、なんかそれもめんどくさかったんで、ある程度引けを小さくして、後からいくらでも直せるんで、なんかわからん部品みたいな感じで瞬間接着剤でくっつけました。マガジン、こいつマガジン金属で、亜鉛ダイキャストなんでしょうけど、金属の、それで多分これ黒染め、要はブルーイングですね。そいつを使い込んだような感じでエイジングしたんですけど、どうでしょうか。このスライドとマガジンのこの金属的な質感、こっちは本物の金属で、こっちは ABS のプラスチックなんですけど、質感の雰囲気がそっくりに、もう金属に見えます。もちろんこいつもぴったり合います。前回やったP228 エアコ機のクラウンスライドストップの P228 ですけど、どうでしょうか。前回やったこいつがかなり使い込んだ雰囲気の仕上げにしたんで、こいつはあまりダメージ感出さないようにしようと思ったんですけど、なんとかこの程度で抑えましたけど、ちょっと言いたいことを思い出しました。かなり前の話なんですけど、こいつクラウン P228 最初買って、ただ単にイメージで雰囲気で塗装して、その時はかっこいいなと思ってたんですけど、ある人からコメントいただきまして、その方っていうのがもう長年ずっと、多分定年までずっと若い頃からずっと自衛隊に勤めてた人で、なんか重機係みたいな話をしてたんですよね。そんでこの
まあ P228 ではないんですけど、まあ自衛隊で使ってるのは何なのか、P226 かわからないですけど、僕のこの塗装仕上げですよね。まあ他の銃たちはすごくいい感じだという話で、それでもこの自分が、ご自分が長年眺めてきたり触ってきたり使用してきた鉄砲、ハンドガンに関してはどうしても、僕の仕上げが納得いかないみたいだったんですよね。それで僕にコメントをくれて、いろいろ教えてもらったんですけど、要はそうっすね。こいつら、実銃の話をすると、スライドがステンレス、そんでフレームがアルミなんですけど、例えば、使い込んで、例えばの話ですけど、例えばこのガバ M1911、使い込んでいくと、こんな風に、なんていうか擦れて、下地の金属がだんだんむき出しになってくるっていうか、こんな感じでこいつはいいと思うんですけど、スライドもそうですけど、このフレームの方もそんな感じで、こんな風に擦れていくと思うんですけど、要はアルミフレームとステンレスフレームの場合、多分よく見ると若干ツートンっていうか、こっちは黒でこっちはちょっと明るい灰色っていうかグレーっていうか、そんな感じの色合いになってツートンカラーみたいになってるんですけど、ステンレスの方は結局こんな風に使い込んでいくと、だんだん表面の金属がだんだん出てまだらっていうか、そんな感じになると思うんですけど、要はここっすね。フレームの方がスライドみたいにならないっていうんですよね、その人の見解では。本物は絶対にこんな風に擦れない。こっちのアルミフレームの方の話ですけど、こっちのステンレスのスライドの方はこれでいいんですけど、アルミフレームの方はそんな風にならないって言うんですよ。なるとしても、なんていうか、よく鉄骨にペンキ塗ってあるのが、ペンキがぶつけたりすると、ペンキがパカッと剥げるじゃないですか。あんな風に剥げるって言うんですよ。そんで、こいつも意識して、この部分はなるべく減らさない、地肌が出ないように。でも本当の角のところは、その部分だけ、もうすり減って、剥げているっていうか、そんな感じだっていうんで、こいつも今回意識して、そんな風にエイジング処理しましたけど、これものすごく手間もかかるし、めんどくさいんですよね。どうしても、結局、こんな風にするんだったら簡単なんですけど、この小さい面積の部分だけ
まあヤスリでやると本当にもういつも繊細な作業なんで、撮影しながらだと失敗する可能性あるんでスキップしますって言ってるんですけど、マジで下地が出たりするとみっともなくなるんで、まあ今回は最初シルバー、下地にシルバー塗って、そこの角の面に油塗っといたんですね。他の方につかないように、もう本当にこのエッジ部分だけ。それで今度はマットブラック拭いて、あとは爪でまあ油塗ってあるんで、カリ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 剥げるんで、そんな方法をとってあまり大げさじゃなくやってみましたけど、まあ、これが実銃でもよく見るとこんな風になっているはずです。よくヤフオクで小人層って言って、もう全体的にエイジング、大げさにエイジング処理している鉄砲を売っている人いるんですけど、まああの方の仕上げた作品見てみてもこんな風にやってないで、もう全体こんな風な仕上げにしてあるんで、リアルさで言えばこっちがリアルだと思います。まあグリップも塗った方が、塗る前はプラスチック、いかにもプラスチックっていう感じだったんですけど、まあ塗ることによってなんとなくポリマー樹脂の艶消し塗装っていう感じがしないでもない感じがするんで、いやかっこいいです。マジかっこいいな。